放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第27話、烈光の壁と炎光のランタンの力。ユーマは丘の上から弓を構え、次なる矢をつがえていた。その矢は通常のものとは違い、白く淡い光を帯びている。浄化の矢、白くつぶやくと、次の瞬間、矢が放たれた。奇跡はまっつぐ剣越え。おーい。矢は彼の体に届く寸前で霧のように消え、代わりに白い光が剣を包み込む。まばゆい輝きが走り、彼の腕を覆っていた黒い毒痕が薄れていった。毒が消えた。剣をは驚愕しながら自分の手を見つめる。先ほどまで黒ずんでいた指先が元の色に戻っていた。助かったのか。呆然とする彼の前でユーマは弓を背に収めると、言葉もなくただ戦場へ駆け出していく。おい、何やってんだよ。一陣の怒鳴り声を背に受けながらユーマは先行へと踏み込み、そして迫り来る魔物の群れを前に彼は毅然と立ちはだかった。後ろは任せろ。落ち着いた声で告げ、腰から盾を外すと剣をに放った。剣を、これを使え。剣をが慌てて受け取った盾には見たことのない文様が浮かび、明かりが宿っていた。それは進化したアイテム、烈光の壁だった。烈光の壁、灼熱の加護を宿した盾。物理攻撃を防ぐだけでなく、受けた衝撃を熱波として放出する。一定時間、防御力が大幅に上昇し、接触した敵に過傷を与える。なんだこれ。剣吾が驚きながらも盾を構えた瞬間、魔物たちの猛攻が襲いかかる。だが、烈光の壁が激しく輝き、衝撃とともに魔物を弾く飛ばした。さらに、盾の表面から灼熱の熱が放たれ、接触した魔物たちが苦しみながら後退する。これは反撃の熱波を放つ盾だ。防ぐだけじゃなく、敵を寄せつけない。ユーマが説明する間にも次々と魔物が襲いかかってくる。その声に美咲が魔法陣を展開しようとした。それならだがユーマが小さなランタンを放った。美咲、こいつを使え。これは受け取ったランタンは内側で赤い炎が揺らめいている。魔道具、炎光のランタンだ。お前の魔法と組み合わせろ。炎光のランタン、炎の精霊の力を封じた魔道具。周囲の魔法エネルギーと共鳴し、特定の属性魔法を強化する。水魔法と組み合わせることで超高温の蒸気爆発を吹き起こす。美咲は少し迷ったが、ユーマの言葉を信じて魔法陣を展開する。行くわよ。彼女が栄翔を紡ぐと、炎光のランタンが反応し、水の本流に灼熱の輝きをまとわせた。何よ、これ。即座に魔法の方向を調整し、魔物たちの群れに向けて解く放つ。水花の本流、スイカの本流。水と炎が絡み合い、灼熱の蒸気が爆発的に吹き荒れる。高音とともに前線の魔物たちがまとめて吹き飛んだ。すごい。あいつらが消えていく。剣吾が驚愕する。ランタンの力が加わったことで、美咲の魔法は通常の何倍もの威力を発揮し、魔族の軍勢を一掃していた。水魔法に炎の加護を重ねた蒸気爆発の魔法だ。ユーマの言葉に美咲は信じられないように息を飲む。やるじゃないか。剣吾が思わず声を上げる。カスマサはその光景を見つめながら顔をしかめた。本当にこいつがやってるのか。納得できないような表情でつぶやいた。その時、魔族の幹部が最後の力を振り絞り、一陣に剣を振り下ろす。迎え撃とうとするが、その前にユーマの矢が走った。鋭い音を立て、幹部の腕を貫く。ぐわー。男が叫び声を上げると、カスマサはその隙を逃さず、渾身の
一撃を叩くこんな余計なことを数正は不満げに舌打ちする。だがその背後から穏やかな声が届いた。助かったぜユウマ、ありがとう。ケンゴとミサキの声が重なった。その声には明らかにユウマへの感謝が込められていた。数正はわずかに視線をそらし、何かを言いかけて口をつぐむ。戦いは終わった。それでもなお彼の中にはまだ納得できない思いがくすぶっていた。いぶかしげな視線を向ける数正にユウマはただ静かに弓を収めるだけだった。エルバーナでの一直即発。戦いを終えたユウマたちは傷ついた体を拭きずりながらエルバーナの宿屋へ戻ってきた。部屋に入るなり数正がベッドに腰を下ろし肩を回してからユウマを見合った。運が良かっただけだな。ユウマが問い返すと数正は鼻で笑った。助けたとか勘違いすんなよ。たまたま魔物の動きが鈍っただけだろ。予想していた反応だったが、あからさまに見下されると苛立ちを覚える。ユウマは言葉を飲み込み無言で視線を落とした。そもそもさ、お前の進化ってやつどこまで役に立つのか知らねえが、そんなもんに頼って戦う時点で終わってるだろ。俺たちは本物の剣と魔法で戦ってんだぜ。数正はユウマの武器にちらりと目をやり、区別するように口元を歪めた。まあ、お前みたいなやつが勘違いするのは勝手だけどな。ユウマの拳が静かに握られる。こいつ、何があっても俺の力を認めないつもりか。とはいえ、ここで言い争っても意味はない。ユウマは小さく息を吐き、怒りを押し殺した。そんな中、ケンゴが気まずそうに口を開く。でもさユウマ、お前いつの間にあんな戦い方できるようになったんだよ。ほら、前はさ、どっちかといえば戦うタイプのカゴスキルじゃなかっただろう。それが急にあんな風にバッチリ戦ってるんだからよ。ケンゴは素直に驚いているようだったが、一陣の顔色をうかがうようにそれ以上は踏み込まなかった。その横でミサキが興味深そうにユウマを見つめていた。ねえ、あのランタン一体どうやって作ったの？あれか、炎光のランタンに手を伸ばす。普通の魔道具とはちょっと違うみたいだけど、あんなの見たことないわ。偶然だよ。ユウマは肩をすくめて答えた。手に入れる機会があったからちょっと試しただけさ。ミサキは何か考えるように沈黙した。あの空気が一瞬だけ静まり返る。しかしケンゴが酒を太口あおりおつりとつぶやいた。こうして話すの初めてみたいなもんだよな。そうかもな。ユウマは眉を細めながら答える。それは事実だった。召喚され日彼らと交わした言葉はほんのわずか。王城の広間で信託を受けた彼らはすぐに王の側近と行動を共にし、ユウマにはほとんど目も向けなかった。そしてユウマもまた冷ややかな視線と重い沈黙に追い立てられるかのように城を後にしている。それ以来彼らとは一度も交わることはなかった。お前、あの日すぐにいなくなっちまったよな。ケンゴが思い出すように言った。だから俺たちほとんどお前のこと知らねえんだよ。ユウマは肺を回しながら小さく息を吐いた。知る必要もなかったんだろう。まあそりゃそうかもしれねえけどよ。ケンゴは苦笑しながら肩をすくめた。でもさ、こうしてみるとなんか変な感じがするんだ。もともとは俺たち一応同じ境遇だったわけだし、境遇だけはな。数正が不機嫌そうに口を挟んだ。こいつは結局俺たちとは違う道を選んだ。それだけのことだ。ユウマはそれ以上何も言わなかった。しばし沈黙が流れ、ミサキが小さく息をつく。でもこうして再会できたのは良いことだと思うの。俺もそう思うよ。ユウマは短く答え、肺を口に運ぶ。それにしてもふと
しをついて出た言葉に自分でも驚いた。何？美咲が興味を吹かれたように顔を上げる。ユーマは少し考えてから言葉を続けた。俺の作ったアイテム、正直お前たちが使うことであれほどの力を発揮するとは思ってなかったんだ。へえ。美咲が少し笑う。つまり自分の力に驚いたってわけ？違う。そうじゃない。性能は十分把握してたし試してもいた。でもそれを扱う人間の力量でここまで力が吹き出されるとは思ってなかった。ああ、それは俺たちが優秀だからだな。カスマサが鼻で笑う。まあ認めるけど、ユーマは小さく笑みを浮かべて答えた。それにしてもさ、ケンゴが腕を組み感心したように目を細めていった。確かにお前の作ったあの盾やランタン、今までにないくらい扱いやすく力強かった。でもどうやったんだ？そんな技術いつどこで身につけたんだ？それがお前の本当の能力ってことか。さあね。ユーマは曖昧に答え肺を揺らす。その横で美咲がじっと彼を見つめていた。本当にただの道具屋だったのをユーマは口の端をわずかに上げる。道具屋は道具屋さ。美咲はしばらく視線を外さずにいたが、やがて小さく息を吐いた。その時だった。宿屋の扉が勢いよく開かれ、慌てた様子の男が駆け込んできた。おい、大変だ。黒縁の城の方角から新たな魔族の動きが報告された。なんだと？カスマサが顔を上げる。この前の残党か。違う。今回はもっと強力な個体が混ざってるらしい。部屋の空気が一変する。強力な個体。ねえ。カスマサは不敵に笑ったが、さすがに警戒しているのが分かった。そいつらがこっちに来る可能性は、それはまだわからない。ただエルバーナがさらに危険になったのは確かだ。警戒してくれ。男はそう言い残し慌ただしく去っていく。ユーマは無意識に炎光のランタンを握りしめた。黒縁の城、まだ何かあるな。カスマサ、ミサキ、ケンゴをそれぞれ思案するように黙り込んだ。エルバーナの夜が静かに不穏な気配を帯びていく。続く。次回第28話。